爆速攻略資源無限のブルカヌス。今回のシリーズはアンケート堂々の第1位、皆さんが一番ご覧になりたかったブルカヌスの攻略編です。ファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が少ない資源だけで安全にデモリッシャーを完封する駆除テクニックやチート級の生産力を誇る鋳造炉を使った高効率工場の作り方まで全てお見せします。この先の攻略に不可欠な情報が続きますので、今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。さて、今回の動画では皆さん苦手な重油精製工場の建設から始めます。それでは本編スタートです。チャプター1、簡易石炭液化と回路で重油ライン始動。石炭と崩壊石の搬送ラインが出来上がりましたので、いよいよ重油の生産を始めます。まず原油精製所を設置してレシピ設定を簡易石炭液化に変更します。パイプと地下パイプをこのように設置します。またロングアームインサーターを4台設置します。次にこのレイアウトをコピーして H キーで左右反転させて貼り付けます。これをコピペして全部で24台の原油精製所を設置します。最後にタンクを設置して地下パイプで硫酸を引っ張ってくれば重油の生産が始まります。重油はたくさん使いますので、他の作業をしている間も作りためられるようタンクを設置します。重油の生産には大量の石炭を使いますので、高速搬送ベルト1本では石炭が足りません。そこで高速分配機を設置して石炭の供給が止まらないようにします。このように設置すると2本のベルトに均等に石炭が運ばれますので、石炭切れがなくなります。また硫酸がなくなってしまうと発電に必要な水蒸気が作れず工場全体が停電してしまいます。そこでポンプと回路設定で硫酸がなくならないようにします。まず原油精製所とタンクの間にポンプを設置します。次にポンプとタンクを赤ケーブルでつなぎます。最後にポンプの回路設定を硫酸代なり1万と設定すれば完成です。これで硫酸の供給量が少なくなると原油精製所への硫酸供給をストップできます。ところで皆さんは硫酸の枯渇を防ぐためにどんな対策をしていますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター2、化学プラントで重油を軽油とガスへ分解。重油の安定供給体制が確立できましたので、次は軽油と石油ガスの生産工場を作ります。まずは重油を分解するのに必要な水の確保です。まず化学プラントとタンクを設置してレシピを蒸気凝縮に設定しパイプを配管します。これをコピーして H キーで左右反転させて貼り付け、さらにこれをコピペして全部で8台並べます。次にこのレイアウトの4台をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを3の中和に変更して貼り付け、さらに高速インサーターを設置して高速搬送ベルトで崩壊石を運び込みます。最後に硫酸のパイプラインを接続すれば水の生産が始まります。3の中和と蒸気凝縮は1対2がパーフェクトバランスです。次は重油を軽油に分解してさらに石油ガスに分解する工場を作ります。まず化学プラント2台をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを重油を軽油に分解に変更して貼り付けます。次にパイプをこのようにレイアウトしてこの化学プラントをコピペして全部で12台に増設します。出来上がった12台をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを軽油を石油ガスに分解に変更して貼り付け、最後に水のパイプラインに接続してさらに重油のパイプラインと接続すれば軽油と石油ガスの生産が始まります。軽油と石油ガスもたくさん使いますのでタンクをたくさん設置して作りためておきます。ちなみに簡易石炭液化24台で
重油を毎分14400生産できますが、重油を軽油に分解12台には毎分14400の処理能力があり、重油を使い切ってしまう計算です。これは生産性モジュールを挿入して生産速度を落とせば重油を余らせることができるので、ひとまずはこの状態にしておきます。ところで皆さんは生産調整をどうやっていますか？回路を使っていますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター3、プラスチック棒で発電基板を生産。石油ガスの生産体制が整いましたので、発電基板の生産を始めます。まず石炭の高速搬送ベルトと石油ガスのパイプラインを延伸して生産拠点まで引き込みます。次に化学プラントを2台設置し、レシピをプラスチック棒に設定します。エンジンユニットの工場からチェストとインサーターをシフトキーを押しながらコピーして要求チェストを取り除き、パラメーターをエンジンユニットからプラスチック棒に変更して貼り付けします。さらにこのレイアウトをコピーして H キーで左右反転させて貼り付けます。最後に高速搬送ベルトで石炭をパイプで石油ガスを搬入すれば完成です。ウルカヌスでは石油資源はすぐになくなってしまう貴重な資源ですので、生産性モジュール2を挿入しておきます。次は発電基板の生産工場を作ります。エンジンユニット工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーター機能で発電基板に変更して貼り付けます。組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックでコピーして要求チェストに左クリックで物流リクエスト設定を貼り付ければ完成です。プラスチック棒工場と同様に生産性モジュール2を挿入しておきます。これから発電基板が大量に必要になりますので、ナウビスから運んできた生産性モジュールがなくなるまで発電基板工場を設置して生産を加速させます。発電基板の生産速度をさらに加速させるためにビーコンと生産速度モジュールの工場をグレバからコピーして持ってきます。生産速度モジュールは生産に時間がかかりますので8台体制にしました。ところで皆さんは石炭の枯渇対策としてどのようなことをされていますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター4、ビーコンと生産速度モジュールで増産。ウルカヌスの狭い土地で生産性を上げるためにモジュールとビーコンでアップグレードを行います。生産速度モジュールの生産によって組み立て機3の生産が始まりましたので、まずは組み立て機2を組み立て機3にアップグレードしていきます。まずアップグレードプランナーをクイックスロットバーにセットし右クリックで開きます。次に変換元に組み立て機2をセット、変換先に組み立て機3をセットします。モジュールスロットに生産性モジュール2を4つ設定してチェックをクリックします。最後にこれを発電基板工場にドラッグすると組み立て機3にアップグレードされると同時に生産性モジュール2がゴーストで4つ挿入されます。生産性モジュールが足りませんでしたので一部は解体して4つのモジュールが挿入されるようにしました。生産速度をさらに加速させるためにビーコンを設置して生産速度モジュール2を挿入します。1つのビーコンが8台の組み立て機3に効果を与えますので、この配置は効率がよくおすすめです。さらに生産速度を加速させるために上下に追加でビーコンを設置します。生産速度のアップで要求チェストのアイテム要求量が足りなくなりますので、要求チェストを開いて鉛筆マークをクリックし倍率を10倍にしました。ワンタッチで要求量をコントロールできますので便利です。ところで皆さんはウルカヌスでビーコンを活用されていますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター5、重油で作った潤滑油で大型掘削機を生産。それではウルカヌスで2番目に強力なアイテム大型掘削機の生産を始めます。まずエンジンユニットの工場を
シフトキーを押しながらコピーして、パラメーター機能で電気エンジンユニットに変更して貼り付けます。組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックして物流リクエストを設定します。また化学プラントを2台設置してレシピ設定を潤滑油に変更します。パイプを配管し、組み立て機の工場をコピーして上下を反転させて接続します。最後に地下パイプを設置して重要潤滑油工場に運び込めば完成です。電気エンジンユニットはロケットサイロの材料としても必要ですので、ここから作りためておきます。次は大型掘削機の工場を作ります。鋳造炉、シフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを大型掘削機に変更して貼り付けます。電動掘削機のモールのチェストとインサーターをシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを大型掘削機に変更して貼り付けます。鋳造炉をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストに設定を貼り付ければ完成です。これでフルカヌスで2番目に強力な生産設備、大型掘削機の生産が始まります。ところで皆さんは電気エンジンユニットを現地生産していますか？それとも他の惑星から持ってきますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター6、大型掘削機の4段積みで石炭供給を強化。それでは実際にこの大型掘削機を使ってみます。まず石炭の鉱床に移動して非接の電動掘削機を撤去します。簡易石炭液化には大量の石炭を使いますので、すでに石炭が枯渇し始めています。次に大型掘削機を設置して生産速度モジュールをセットします。これを4マス間隔で5台セットして上から5台ずつ合計20台を設置すれば完成です。大型掘削機の採掘速度は毎秒 2.5 個と電動掘削機の5倍。採掘範囲は 13×13 タイルで電動掘削機の 5×5 タイルの4倍以上。しかもリソースの消費量は 50% ですので、同じ資源でも電動掘削機の2倍も長持ちします。さらにスタックインサーターと搬送ベルト容量1と搬送ベルト容量2をアンロックしていれば搬送ベルトに最大4つを積み上げられます。つまり搬送ベルトでターボ搬送ベルト並みの毎秒60アイテムの搬送量、高速搬送ベルトならばターボ搬送ベルトの2倍、毎秒120アイテムも搬送できるようになります。私がいつもグレバを最初に攻略する理由は、バイオ研究所を最速でアンロックしたいことだけではありません。実はこの大型掘削機の性能を最大限に発揮させたいからでもあります。ところで皆さんは2番目に攻略したい惑星はどこでしょうか？グレバにしたくなってきませんか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター7、940メガワットで制御基板を大量生産。発電基板の生産量も安定してきましたので、ここで広域電柱とロボットステーションのモールを追加設置します。また停電してしまうと再起動が大変ですので、化学プラントに生産速度モジュール2を挿入して蒸気タービンも増設します。ちなみにこの化学プラント2台で126台の蒸気タービンを稼働させられますので、全部でおよそ700メガワットの大出力原子力発電所の出力を優に超えます。今回はビーコンの効果もかかっていますので、合計162台およそ940メガワットにしました。これで電力にだいぶ余裕が出てきましたので、制御基板の量産体制を整えます。まず発電基板工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーター機能で制御基板に変更して貼り付けます。次に組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定します。最後にパイプを配管して硫酸のパイプラインと接続すれば完成です。これで
生産性モジュール2と生産速度モジュール2の材料が整いましたので、グレバからモジュール工場をコピーして設置します。ブルカヌスの石炭と硫酸はあっという間に枯渇してしまいますので、生産性モジュールを原油生成所と化学プラントに挿入しておくと、石炭の交渉と硫酸の間欠泉がより長持ちします。リモートビューを開いて、このように生産性モジュールをゴーストで挿入しておくと、出来上がる都度建設ロボットが挿入してくれます。これも電力に余裕があるからこそなせる技です。制御基板の生産が始まったため、電子基板の消費が生産を大きく上回ります。クイックスロットバーに保管しておいたアップグレードプランナーで、組み立て機2を組み立て機3にアップグレードしてビーコンを設置します。これで電子基板の生産量が毎分580個から1500個に増強されました。ところで皆さんはブルカヌスの停電対策としてどのようなことをされていますか？ぜひコメント欄で教えてください。次回はいよいよデモリッシャーを破壊してタングステン鉱石を採集し、ブルカヌスの攻略の目的である夜勤サイエンスパックの生産体制を整備します。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。